バチになって40年ちょっと経ってるので、最初は何にもできないところからスタートして、途中でコンクールを、すごくやりたくて、味についてもそこで集中してやったりとか、いろんな流れの中で、美味しさってどこにあるのかなっていうと、最初の頃はすごく複雑にいろんなものを組み合わせたりとかしてたんだけど、そうすると本来のその素材の美味しさっていうのがなかなかこううまく出てこないっていうのがあるので、だんだんこうそぎ落としてって結構シンプルな味わいだけど、やっぱりそのバランスだとか組み合わせによって結構いろんな表現ができるので、そういう意味では今は素材重視の素材の持ち味を生かしたって、これはよく言う言葉なんですけど、でも本当にそこかなっていうのはすごく感じてるので、あとはやっぱりその奥とやっぱり季節感を感じるお店なので、季節のフルーツだとかそういう素材を大切にしたお菓子作り、そこを目指してます。内容をよく説明してないんで意外とできなかった。回収しないでさ、他の人がやってガチャガチャ入ってる音。
るのが栗のショートケーキの中にも入ってます。マスカットゼリー。どうしよう。あんまりよろしくなかったなみたいな。ギフトとかにも組んだりしてるので。
プロセミプロ相手のお菓子教室をやってるんですけど、結構お菓子をすごくやってる人、あとは自分でお菓子教室を開いている人たち、意外にお菓子をやってるんだけど本質のところはまだちょっとよく分かってないっていう人たちが結構たくさんいるのかな。長年やってきた経験をいい形でその人たちに伝えられたら、その人たちももっとそのお菓子作り確実に美味しいものができて、本当その楽しさがもっと味わえるのかなっていうのがあるので、そういう意味でお菓子教室をやってます。スイーツコースランチっていうのを今定期的にやってるんですけど、パティシエでありながらもロークッドのカフェをオープンするタイミングで料理も勉強し始めて、以前銀座の三木本のビルの中に三木本ラウンジっていうデザートカフェをやっていた時があって、その時に初めて始めたコース仕立てでスイーツを食べる。でも今は料理屋やってるので、前菜2品ぐらいはちょっと塩気のある料理で、その後のデザートを3品どんどんって出すんですけど、それがコース仕立てでその食べていく順番も含めて、その満足度も含めて新しいスイーツの楽しみ方を提案できるのかな。これも結構、皆さん最初そんなにスイーツどんどん来てらって思われるんですけど、実際に食べた人たちからの声を聞くとすごくなるほど、こういう順番で食べて、これだから美味しいんだとか、その場で作るものなのでテイクアウトのケーキでは表現できない。例えばいろんな層があっても全部温度が違ったり、やっぱそうしたりすると結構香りとか食感とか味わいが変わるので、そういった表現をしたいなっていうのがあって、それで、始めた、企画なんですけど、これも季節的にちょっと定期的には、やっていきたいと思ってます。これはプリンの液体を今合わせてます。
かぼちゃのモンブラン。かぼちゃのモンブランですか？今出てない。パンプキンモンブラン、あ、そっか。ちょっと出てないんで。出てないのダメ。私あといちごのマカロナード。ああ、マカロナード。あれ大好き。出てるのだと何なの？ズラション。チョコモカタルト。出てないのばっかり。ズラションはでも画期的だな。ルーラション美味しいよね。だってあれだもんね、クロテッド使ってる。そう。プロテッドクリームってこうスコーンを食べるときにあんまり味がしないクリームなんですけど、それをスコーンにつけて食べるっていうのがなんかイギリスだと主流なんですよね。それをうちのシェフがなんかカスタードクリームとかと合わせた自家製クロテッドクリームがあって、それがめっちゃ美味しい。それがを使ったケーキがあって、それが美味しいです。私のおすすめはシンプルチョコレートケーキです。チョコレート好きにはたまりません。コル食いしました。あ、間違えた。コル食いしました。これはパウンドケーキに入れる卵を溶いてます。全部違う種類のパウンドケーキが入る量が違う。そのままいいっす。
茶します。あとサンド。オリーブオイルってこっちで持ってますか？そしたら3分ぐらい入れてもらって、チョコチップが入ってて、こっちはラムレーズンが入ってる。全部美味しいです。それはそうですね。修行時代って正直結構、厳しい中で、自分もやっぱ仕事まだできない状況なので何やっても注意されるしっていう、ところから始まって、いろんなことをこう積み重ねていくと徐々にそれがお菓子作りができるようになって、そうしたらだんだんこういうふうに組み合わせたらどうなんだろう、これはこういうふうに変えたらどうだろうってなんかこう決められたことをちょっと違う自分の発想でちょっと表現すると、そこに新たな自分が発見する味が見つかったりとか、これはもう今40数年やってますけど、今でも今までにない味を発見したりだとかするので、これはなかなか他の仕事では味わえないことかなっていうのはあるので、それには積み重ねをどんどんしていかないとなかなか難しいんですけど、今自分はそれなりの年齢にもなってるし経験を積んできたので、今は逆に楽しいお菓子人生を歩んでいって、なんか終わりがないっていうような感じを感じさせてくれるのがこの、パティシエの世界かなって思います。自分のこうやりたい形っていうのは多くと、変化しながら今の状況になっているので、自分の中ではこのスタイルっていうのは、ある意味最終形に近いんですけど、でやっぱり今世の中がどんどん変わってきている。そうするとやっぱりお客さんが求めるものもやっぱり変化したりとか、やっぱそうなってくるとこう自分一人でこう何かを表現していくっていうのはなかなかやっぱ難しいかなって思っていて、で今、うちの、一緒にやってくれてる若いスタッフたちが本当に一生懸命こうやってくれて、それでいろんなことを教えたりはしてますけど、やっぱ成長もすごい早い。これからはそういう横田秀夫のオープットじゃなくて、働いてるファミリーっていうんですけど、オークッドファミリーのこのチームで新たな若い人たちの感覚も取り入れながら何が発信できてどんな形になるのかなっていうのはまだこうはっきりしたものは見えないんですけど、なんかそういうものがなんかできそうな気がしてて、
やっぱそこを目指したいなって思います。